ほい。ほいっと。これだけ？しょっかっこいい演出とか、君が期待しすぎただけだと思うよ。それより、このチェストの中身は？ああ、そうでした。さて、チェストの中身は何だろうな。またこのパターンですか。チェストの中には、ボタンと、また変なメモが入っていました。うわ、また謎のメモが。前のやつに引き続き、連続ですか。これもまともに読めないような内容だったら、地面に叩きつけてやる。まあまあ、落ち着いて。その次から、一つだけ抜かす？それだけ？はい、他は何も書いていませんね。その次から、一つだけ抜かす？どういうこと？よし、叩きつけてやる。だから落ち着いて落ち着いて。昨日見つけた書き置きには、矢印の示す先に、奇妙な文章を解く鍵があると書かれていた。そして、矢印の示す先にあったのは、この謎の文が書かれたメモ。これ、もしかして、奇妙な文章が暗号になってて、それを解くためのヒントが、この謎の文なのでは？そういうパターンですか。とにかく、昨日見つけた奇妙な文章、もう一度見せてもらえるかい？はい、少々お待ちを。これです、どうぞ。ありがとう。すいません。よっと。いつ読んでも、何が書かれているかさっぱりです。でも、一部なんとか読み取れるところもあるよね。例えば、1行目から3行目。回廊で眠っている。魂は体を離れる。すべて忘れて。って読めるよね。はい、だけどそれ以降が、全く読み取れないんですよね。そうなんだ。それに、比較的読み取れる部分も、何のことかさっぱりだしね。そして、先ほど見つけた文章、その次から、一つだけ抜かす、ですか。どういう意味なんでしょうか。それも、その次ってどこのことを言っているのか、一つだけって何を一つだけなのか、とか、抽象的すぎて、わかんないんだよね。一つだけ。文を一つ飛ばしで読んでみる。とか一つ飛ばし。でもこれじゃあ、意味がわからないままだね。じゃあ、最後の行のこの部分の一つを抜かして読むとか。いや、それでも、意味が通じないか。矢印が指す地点を見つければ、何かわかると思ったんだけど、なかなかうまくはいかないものだね。もう太陽の位置があんなところに。ほんとだ。まだ朝方だと思っていたけど、もうお昼に。気づかないうちに、結構時間が経っていたんだね。どうします？このままここで暗号の解読を行うか。はたまたまだ行っていないエリアの探索を行うか。そうだね。ここで悩んで時間を浪費しても、意味がないし、ここは、まだ行っていないところの探索に回そうか。移動や探索の合間に、暗号についても考えられそうだしね。はい、そうとなれば早速探索に行きましょう。で、探索していないところってどこですか？まずそこからかい。まずはわかりやすいように、今まで探索した場所を整理してみよう。まず今私たちがいるこの地点。広くて比較的平坦。そして廃墟の数も少ない。このエリアをわかりやすいように、平地エリアと名付けよう。次に、昨日探索した廃墟群。大きくて、高さの高い廃墟が密集している地点だね。廃墟の上や、建物を越えた先に、まだ探索できそうな部分もあるかもしれないから、まだ探索しきれていない、謎が多い場所だね。このエリアも、わかりやすいように、廃墟群エリアと名付けよう。そして残ったのが、平地エリアのサイド2つの地点。この場所が、未探索エリアだね。なるほど。それじゃあ、ここから距離が近い、この地点を探索しますか。そうしよう。となれば早速向かいましょう。いてててて。ちょっと、大丈夫かい？あはは。ちょこっとドジって転んでしまいました。でも大丈夫です。問題ありませんよ。けど、体の調子が良くないんだろう？顔色も悪いし。まあ、大丈夫ですよ。でも、頼むから、無理だけはしないでほしい。はい。それで、体の具合は、どうなんだい？そうですね。前にも増して、体が重いのと、関節が動かしにくい。ですかね。
それから時々、体に力が入らなくなるというか。全然大丈夫じゃないじゃないか。そうですかね。体が重いって言っても、動けないほどじゃありませんし。それに、力が入らなくなるのも時々ですし。多分、少し慣れない環境で、疲れているだけですよ。さあ、早く探索に向かいましょう。ちょっと待って。まただ。この感覚。この痛みは、一体、何なんだ。この辺から、未探索エリア。ですか。それでは早速探索開始です。ねえ、クラフター。本当に、辛かったりしんどかったら、ちゃんと言ってね。はい。大丈夫ですよ。でも、確実に、無理してるよね。楽しいから、ですかね。どこから来たか、何をしていたかもわからない状態で、とても不安でしたけど、変わったものばかりで面白いし。それに、イユさんに出会えてよかったです。私一人なら、不安に押しつぶされて、今頃どうなっていたことか。イユさんとこの世界を探索するのが楽しいので、急ぎ足になっちゃうんでしょうね。でも、それで具合が悪化したら、でもあんなところにいるし。ほいっと。この辺はチェストがたくさんありますね。だけど、書き置きはなかなか入っていないね。そうですね。書き置きに、あの暗号のヒントとか、書いてあればいいんだけど。確かに。書いてあったらありがたいですね。こんなにチェストが見つかったんです。この、次のチェストに入ってませんかね？そうだといいね。この、次？そういえば、前回見つけた書き置きには、あの暗号を解けば、目的の場所に行けるって書いてありましたが、目的の場所って、一体どこのことを言ってるんでしょうね？そうなんだよね。書き置きを読んだ感じだと、少なくとも何かしらの、目的、があって行動してるように感じるんだよね。一体、書き置きの人物たちは、何をしようとしていたんだろう？それも、あの暗号を解けばわかるんでしょうか？回廊で眠っている。魂は体を離れる。あそこ、忘れて何かありそうな雰囲その気。次から、ちょっと行ってみよう。あれこれって、あそこ、チェストがありますよ。本当かい？早速開けてみましょう。よし、書き置きだ。ナンバーは、10か。あれ？前回のがナンバー8だから、一つ抜けてる？まあいっか。さーて、内容は。うわ、びっくりした。どうしたんですか？わかったよ。わかったって。もしかして。あの暗号の解き方だよ。本当ですか？早速暗号と、ヒントの文章を、見せてもらえるかい？はい、わかりました。クラフター、君はこの暗号の中で、一番大事なところはどこだと思う？やっぱり最初の3行ですかね。なんとか読み取ることができますし、それに意味はわかりませんが、何やら意味深なことが書かれていますし。実はこの暗号を解読する上で、その初めの3行は必要ないんだよ。関係ないんですか？そこで重要になってくるのが、今回見つけたこの文さ。その次から、一つだけ抜かす。ですか？そうだね。でもこの文章、何のことを言っているのか、さっぱりで。それもそのはずさ。私たちは、この文の意味を間違えて捉えていたんだ。どういうことですか？この文の一番最初の、その次から、ってところ。これは、その次、ではなく、の次って意味なんだよ。そういう意味だったんですか？それじゃあ、の次から一つ抜かして。それでも文の意味がわかりませんよ。その次からが、の次からという意味なら、一つだけ抜かす、は、どういう意味になるかな？一つだけ抜かす。一つだけ。一つだけ？の次から一つだけ抜かせばいいんだ。そうやって読むと、暗号の文はこうなるね。これって、もしかして座標？その可能性が高いね。この座標の位置なら、ここからそう遠くありませんよ。とりあえず、この座標の地点へ向かってみよう。それにしても、
やり方が回りくどいというか、矢印の地点を見つけた時点で、座標だけ記してくれればいいのに。確かにそうだね。それだけ重要なものが、この座標の地点にあるってことかな？これでまた暗号とか出てきたら、今度こそ地面に叩きつけてやる。確かに、もう謎解きはゴリゴリかも。やり方が回りくどい。確かにその通りだ。そして、暗号のメモと、そのヒントのメモ。どこか機械的というか。果たしてこれは、人間が書いたものなのだろうか。ここだ。ここが、座標の地点。なのかい？はい。正確には、この模様入り石レンガの地点が、座標の示した地点になります。ということは、前回と同じように、ここにレバーやらスイッチを設置するのかな？早速チェストに入っていたスイッチを、設置してみますね。ほいっと。設置完了です。さてさて、このスイッチを押したら、何が起きるのか？どうせしょぼい回路が起動して終わりですよ。もしかして前回のギミック、根に持ってる？まあ、とりあえずスイッチを押してみましょう。よっと。これは、なかなかかっこいいギミックじゃないですか。驚くのそっち？じゃなくて、これは、ゲート？しかも、緑色ですよ。不思議だな。どうなってるんだろう。それに、ゲートを構成しているブロック。どこかで、このゲートをくぐった先に、書き置きに書いてあった、目的の場所が、あるのでしょうか。どうだろう。入ってみないことにはわからなそうだけど。それじゃあちょっくら行ってきますね。ちょっと、危ないかもしれないし。って、言っちゃった。これ、入っても、大丈夫なやつだよね？よっと。クラフター。よかった。無事に着いたんだね。なにこれ？ここが、書き置きの人物たちが目指した、目的の場所ですか。おお、作業台に醸造台、チェストもある。真ん中のこれは、なんだろう。クラフター、ちょっとこっちに来てくれるかい？どうしたんですか？これ、なんだと思う？これは、何かの装置？いや、回路か？一体何なんでしょう？これ。そうだろう？それに、この見慣れないブロック。これ、さっきのゲートを構成していたブロックと、同じやつみたいですね。このブロック、回路の周りの至るところにありますが。あれ？これって。ここ、レバーが回路と繋がってる。本当だ。ほい。ちょっと、もっと慎重に。でも、何も起こりませんよ。確かにそうだね。これ、壊れてる？見た感じ、壊れてるってよりは、回路そのものが間違ってる。って感じかな。まあ、何の回路かはわからないけどね。それにしても、書き置きの人物たちは、この場所で一体何をしようとしていたんだろう。謎が増える一方ですね。そうだ。チェストに何か手がかりになるものとか、入っていないかな？これは、書き置きナンバー9。それで、なんて書かれてるんだい？ですね。奇妙な文章の謎を解き、なんとかこの場所にたどり着くことができた。あの奇妙な文やメモも、どうやら元は別の形をしていたらしい。ここがあの子が言っていた目的の場所のようだ。しかし、あの子は落胆していた。話が難しくて私にはよくわからないが、どうやら目的のことが実行できなかったようだ。しかし、この場所を見つけられてよかった。ここには作業台などの各ツールが揃っている。そして外敵が侵入する心配もない。これで夜は外敵に怯えずぐっすりと眠れそうだ。最近、あの子も体の重さを感じているようだし、これで少しは疲れも取れることだろう。そして、中央にある作業台があるのもありがたい。これは特別な作業台で、通常の作業台で作れるアイテム以外のものをクラフトすることができる。しかし、並のクラフターには扱うことのできない代物らしい。その点こちらには、あの子がいて本当に良かった。しかしそうなると、なくなったと思っていたアイテムたちは、もしかして、今回はすごく内容が多かったですね。それに、また色々わからないことが増えたね。そうですね。
でも今は、敵モブに怯えずに寝れることへの安心感がすごい。確かに。なんだかんだ、それが一番の収穫かもね。よし。今日は早いけど、このままここで休もうか。はい。そうしましょう。もう死んだようにぐっすり寝てやるんですから。ふふふふふ。お疲れ様。これがこうで、それが、あれ違うのかな。しかし、これを作った人は、何者なんだろう。しかも、作られてから相当時間多分単体で機能するような作りじゃないよな。そうだ、他のブロックと組み合わせ失敗か。いや、それでも分かってきたところはあるぞ。伊達に何十回も失敗してな。こうして。どうだ？ダメか。何がダメなんだろう。何これ。夢か。なんか、動きづらいな。クラフター？ごめんなさいゆうさん。変な夢を見てです。その顔。どうしたの？顔？なんだよこれ。